はい、森拓郎です。今日は、ウォーキングについてお話をさせていただきたいと思います。ウォーキングというとですね、私この痩せウォーク4週間プログラムという本の出版をさせていただいてるんですけども、いろいろね、美脚とか、ダイエットのことについての、情報を上げているんですけども、その中で歩き方どうしたらいいんですかと聞かれることが多いんですが、この本でもね、いつものウォーキングが最強のボディメイクに変わるというふうに書かれてるんですが、僕はね、歩き方が本当に一番重要だと思ってるんですね。筋トレとか、ストレッチとか姿勢矯正とか非常に重要なんですけど、それをすることは大事です。大事なんですけども、それをやってる時だけ体が良くても仕方ないというか、ほとんどの場合やっぱり立ったり歩いたりっていう日常生活のこの動作の時にどれだけ、筋肉をうまく使えてるのかなっていうことが重要だと思ってるんですね。で今日の動画のテーマは、すね、このすねですね。すねのこの前側が、疲れやすい、歩いてるとねっていう方とか、前ももが張りやすいよっていう方に向けて、こういう歩き方の癖がありませんかという確認と、でこういう風に歩いたらそれが起きづらいですよということの、メカニズムをねお伝えしようと思うんですけど、まずこの本に書いてあることで、つま先をピンと上げて、でかかとから着地するっていうのをまずおかしいよって言ってるんですけど、歩く時にさ、これぐらい下がらなきゃいけないですからね。歩く時にこうかかとからつきましょうとか、つま先を上げましょうって書いてあるウォーキングの本とか意外と多いんですよ。で、実際さ、歩いてる人を見たらつま先上がってるしかかとからついてるんですけど、その情報必要って思うんですよね。あとウォーキングの本とかウォーキングを進めてるなんか文章みたいなのを見た時に、大股で歩きましょう、できるだけ大股で歩きましょうとか、腕を大きく振りましょうとかなんてことがよく書いてあったりだとか、あとは膝を伸ばしましょうとか、あと腰を振りましょうとか、こういうことが書いてあるんですけど、これ全部間違いなんですよ。僕が思ってるだけかもしんない僕が思ってるだけかもしんないですけど、そんなことはないっていうふうにおっしゃるなら、勝手にそうしてくださいと思うんですけども、目的に、どんなトレーニングとか運動動作も目的によると思うんですけど、僕はできれば効率を求めていきます。効率っていうのは、なるべく疲れない動き方。ただトレーニングって例えばスクワットとかってなるべく疲れる方法をやるわけじゃないですか、基本的に。なるべく筋肉に負担をかけていきたいっていうことをやるわけなので、動作的には不自然な動作をやることによって筋肉をたくさん使うっていうこともあると思うんですよね。なので分かりやすいところで言うと、大股で歩くって早く歩けないし、大股で歩いとすごい大きな動きができるから早く歩けそうなんですけど、明らかに小股で歩いた方が早く歩けますよね。なので歩くの遅いっていう人は動きが大きいだけですっていうこととか、足を前に出そうとしてるとか、物理的に効率悪いことをどんどんやってる人が多いんですよね。なので下手な動作をすると末端が太くなると僕は思ってます。なので足で言うとふくらはぎとかが特に太くなりやすかったりだとか、あとももとかが太くなりやすくなってくるんですけど、効率いい動き方をするほど、体幹が安定しやすくなるし、あとはお尻の筋肉が使いやすくなるはずなので、効率がいい動きほど疲れなくて、スタイルが良くなるというのが僕の考えです。なのでこれが正しいかどうかはやっていただいてっていうところなんですが、少なくとも僕は効率を求めていきますよということで、まず解説をしていきます。でウォーキングのことで語るともう本当に死ぬほどいっぱいあるので、今日は一つのことに絞ってお話をしたいんですが、すごく重要なことで、歩く時にある機能として、足の機能として3つのロッカー機能、ロッキング
っていうのがあるんですよね。ロッキングっていうのは、ロッキングチェアってありますよね。ゆりかごですね。ゆりかご的な椅子、ロッキングするというのがあるんですけども、3つロッキング機能っていうのがあって、1つはかかとです。ヒールロッカーといって、歩く時にこうね、これ右足なんですけど、こうついた時にこのかかとがコロンと転がる。足がプッと前に出てかかとから地面つきますよね。つく時にこのかかとがコロンと回る機能っていうのがあります。これがまずヒールロッカーと言います。その後足をパンと地面についたら、この時に、もうこっちの足にね、まず体重が乗るアプローチですね。そこから体重が乗った時ですね、乗った時にこのかかとから、足首ですね、足首の方に体重がかかってくる。もう一瞬ですよ。かかと足首ってくると思うんですけど、この時にすねが前に倒れていきます。歩く時にすねが前に倒れる。これをアンクルロッカーと言います。はい。かかとついて足首が動いて、次に動くとこはここのつま先の部分ですね。ここに関節があります。指がね、この足で言うとこの動きです。この動きですね。ここの関節 MP 関節というんですが、ここのフォアフット前足部ですね、前足部のフォアフットのロッカー、フォアフットロッカーっていうのがあって、こういうふうに動く機能っていうので、これで蹴り出していきます。なので体重乗り始め、乗ってからその後に離れていく、足が離れていくっていうこの3つのロッカー機能っていうのがあるんですけども、すねの前側、前脛骨筋と言いますが、ここの筋肉が張りやすいよという人とか、前ももが張りやすい人の傾向として、やっちゃいけないよって言った今日の最初の方に言ったつま先ピンと上げる、つま先ピンと上げる、あとかかとから突きに行くっていう人は、このアンクルロッカーやりすぎ状態、アンクルがロッキングしすぎなんですよ状態なんですよ。なんでかっていうと、まず前脛骨筋っていう筋肉は、ここからこの筋肉が働く時ってここ縮めるわけですから、こうつま先をグッて上げる時に使われる筋肉なんですね。こういう風に使われる筋肉なんですけど、こんなのね、歩いてたら足なんか遠心力でこうやってほらつま先こうやって上がるじゃないですか。もうファンファンファンって上がるんですよ。なのに自分でコーンって上げちゃうとか、これが何で起きるかって言ったら、足を遠くに置こうとするからですね。大股で歩くとか、膝を伸ばすとか、足を前に振り出そうとする動きを大きくしちゃうと、かかとをめちゃめちゃ遠くにつこうとしちゃうんですよね。その分ヒールロッキングが非常に大きくなる。でその時に自分の足でもやっちゃいますけど、こう足をポンってついた時に、ここの筋肉でグググググッとこう自分でやってみるといいと思います。こう来た時にここの筋肉使いながら足を下ろしていかないと、ついた瞬間にバーンってなっちゃいますよね。ここで自分でブレーキかけながらつま先を下ろしていくことになるんですよ。なので足を前に出せばなるほどヒールロッキングを働かせて、その時に足をバーンってつかないために、この前脛骨筋、すねの前の筋肉使って一生懸命ブレーキをかけていかなきゃいけないという動作が出るので、まず大股で歩きすぎ、意識してなくても足前に振り出しすぎ、もしくはかかとから地面つこうとしすぎ、つま先ピンと上げすぎ、これが原因だと思います。はい。で逆にやってほしいのは、地面ついた後のこのアンクルロッカーとフォアフットロッカーの要素を大きくしてあげるといいんですね。むしろこことかここの機能があんまりないから、こっちに足を振り出し気味になっちゃうっていう人が非常に多いということです。実際歩き方で、示しますと、こちら右足でやりますが、右足注目していただいて、このかかとがついた時のこのコロンとこの回るのがヒールロッカーですね。ヒールロッカーで転がした後に、もうここで体重がこう歩く時のここね、体重がもう右足に乗りましたという状況になったら、このアンクルロッカー、このすねが前に倒れる動きが出て、でそうするとこうぐっと体重がね前の方に乗り始めるわけですね。で最後体の後ろに行った時に、この
MB 関節のところで指が曲がってフォアフットロッカーですね、フォアフットロッカー3つ目のところで蹴り出していくという順番なんですけど、さっき言ったように足を前に出しすぎるとこのぶつかりが起きるんですよね。ヒールストライクと言いますが、足を大股にしようとすると体よりもすごい前に足が出ちゃうっていうこととか、あとはね、なんかすごいこうポンと振り出しちゃうとこう落下させてかかと落としみたいな歩き方する人もいるし、で体をひねる、腰をひねるような歩き方する人とかなんかも大股にこれでもなっちゃうので、前に振り出した分ブレーキが強くなっちゃう。なのでこのボンとぶつかった時に、もう膝が伸びきってしまって、で前もものブレーキが非常に強くなったりとか、このすねで足がパタンといかないためにここのブレーキ、すねと前もものブレーキが非常に強くかかって張ってしまう、疲れてしまうっていうことが起きてきやすくなるわけですね。なのでこれを別に足なんて振り出さなくても前に進むわけですよ。だって実際前に進むのは足が後ろに行くことによって、こう行くことによって体って前に進むので、足をこう前に出してこう引っかいてこれを手繰り寄せながら歩いていくわけじゃないんだから、こうやってこっちにこうやって動くわけでもないので、こう来たとこに足がポンポンとくるような感じで体が前に倒れていくのに対してふっと足をね体の近くに置いてあげる方がいいので、なるべくコツとしてはヒールフットロッカー、ヒールロッカーをなるべく少なくするということが大事なので、大事なのは骨盤から上、骨盤から頭までがまず倒れていくところに足がついてくるというイメージでやってあげると、コツで言うともうかかとから逆につかないぐらいで抜き足差し足をちょっとしてみるといいですよね。抜き足差し足するとかかとからつかないじゃないですか。でもその時って抜き足差し足する時ってこうやってつくわけじゃなくて、こっちですね、後ろの足が後ろに行くから体が前に進む、後ろの足が後ろに行くから体が前に進んで反対の足がつくというようなイメージでしてもらえればいいので、かかとからドンといかなくても、どうしても足なんて勝手に振り出してしまうものなので、自分から振り出したりだとか、自分からかかとから行こうとしなくても、足が振り出たらそのためにブレーキのためにかかとはついてしまうし、つま先も上がっちゃうんですよ。だってこうなってんだから、こうなってるから。なのでそれをなるべく少なくするような、後ろ回転を大きくするような歩き方にした方がブレーキが少なくなってきます。なのでコツとしては、まず練習としては少し逆に腰を落としてもらうような感じで、抜き足差し足で歩いてみてください。そしたらまず抜き足差し足で歩いたら腰を振ることはなくなると思います。お尻をねプリップリって振っちゃう人は、お尻をプリップリ腰を振っちゃってる人結構いらっしゃるんですよね。歩いてて後ろから見たらもうこの腰がプリンプリン振っちゃってる人とかなんか前もも硬い人がほとんどで、骨盤は基本的に振らないです。動いても5度ぐらいのひねりしか起きないので、足の動きっていうのはこの股関節の付け根、ビキニラインのところで足をスタスタスタって動かすことが重要ですから、骨盤の動きを出さない、なるべくこの抜き足差し足の動きをしていただいた方が、いいです。なるべくかかとからついてしまうと、かかとドスドスついちゃうような音になるので、そうなるとすねの前側とか前ももが張ってきやすくなりますから、まずはこういう練習をしてもらって、でそこから今度は腰を高くした状態でアンクルロッカーとフォアフットロッカーを意識したような歩き方、これが非常に重要ですね。そういったコツの今日お話と、なぜその前ももが張っちゃうのか、すねが張っちゃうのかっていうことの、解説をさせていただきました。で、どういうふうにして具体的にこの筋肉をこう鍛えるといいよとか、ここの筋肉緩めるといいよとかっていうのはこちらの方に書いてありますので、是非痩せウォークを参考にしていただきたいなと
思います。結局本の宣伝会と思われるかもしれないですけども、おそらくねこの動画だけでもそういうことかって分かる方多いと思うんですよね。この本を読まないとどうにもなんないわけじゃないです。実際筋肉の使い方とかっていうのはもう無料でこの YouTube で公開してる内容でほとんどうまくいくし、もう足首、膝、股関節、これらの連動っていうのをどうしたらうまくいくのかっていうことは本でも書いてあるし、あとは今後もねまたウォーキングのコツについてお話ししていきたいなとは思います。はい。今日は横から見た状態での、3つのロッキング機能ですね、ロッカー機能についてのお話をさせていただきましたし、前からもちょろっと説明しましたけど、前からの足の動きとかっていうことも重要だし、どこの筋肉をより使う、例えばお尻の筋肉をしっかり使うためにはどういう歩き方をしたらいいのかっていうようなところ、どういう意識をしたらいいのかっていうところの解説もしていければなと思います。もちろん今日言った内容が分かればお尻がしっかり使われていて、ももの筋肉とかふくらはぎの筋肉っていうのが発達が抑えられて、どんどん足首がギュッと細くなっていって足の裏もしっかり使えるというような状態が作れると思うんですよね。はい、ぜひその気づき自分でやってみて、はい、まず、かかとからわざわざ行ってないか、はい、足を振り出してないか、つま先くんって上げてないかっていうところですね。まずはかかとからつかずにアンクルロッカーとフォアフットロッカーを意識して歩いてみましょう。はい、グッとグッとこう足首をこう背伸びして動く運動ではなくて、すねを倒していくっていうような動きを意識してもらうといいかなと思います。はい。